こんにちは。考察大好きネクスティのリサです。今回はネクスジのデビュー曲「ライド・ザ・バイブ」のミュージックビデオに隠された意味を考察していきたいと思います。まずは年上組のゆうくん、ともやくん、はるくんのヒョンライン編です。それでは早速ライド・ザ・バイブを見ていきましょう。ストーリーはやんちゃに過ごしている7人組のグループの様子が描かれています。仲間内でもじゃれ合ってるのか喧嘩しているのか、時には高いところからお皿を落としたりして、日中でも夜でも警察から怒られています。そしてところどころに幻覚のような不思議な描写がありました。その部分を深掘りして考察していきたいと思います。まずはゆうくん。周りの目まぐるしく変化する状況に焦りや不安が感じられます。特にプールサイドの底が深く落ちていくシーンが印象的です。その前にはるくんがプールの底のマットにバランスを取りながら上手に立つ様子がありました。次にゆうくんの番。はるくんのようにできるのか、立てないんじゃないかとすごく心配して、プレッシャーによって底が落ちたと考察しました。これはニジプロ2の韓国合宿編を思い出します。練習生との差、焦り、プレッシャー。しかし負けず嫌いで絶対にデビューしたいゆうくんは努力します。そして素晴らしいパフォーマンスを披露し、 J.Y. パークさんは感動します。一番最初のオーディションでJ.Y. パークさんと約束した切実な努力を守ったゆうくん。ひたすら練習を重ね、アクロバットも武器にし、見事韓国合宿ファーストステージ個人レベルテストの1位を取り、努力で自分に打ち勝ちました。そしてその後も努力を続け、念願のデビューとなりました。映像の後半ではあのプールサイドから飛び込めなかったゆうくんが高い2階の窓から躊躇なく飛び降りることができ、暗闇へと走り出すのでした。続いてともやくんの考察。ゆうきくんが足を滑らせてプールに落ちるシーンがあります。しかし落ちたのはゆうきくんではなくともやくんでした。このシーンはニジプロ2のサードステージを思い出しました。チーム戦で悪い結果を出すと脱落者が出るかもしれないという緊張が増したステージでした。 JYP 練習生だったともやくんは歌もダンスも本当に上手で、スター性にあふれ、みんなからも一目置かれる存在でした。しかしチーム戦となると苦戦し、このサードステージでは統一性がなかったと言われ最下位に終わります。チームメンバーだったゆうきくんは動きを指摘され、ともやくんはリーダーとしての課題を問われてしまいます。個人順位で2位のともやくん、8位になったゆうきくんはファイナルへ進むことができました。しかし脱落していく仲間との別れにともやくんは悲しみ、みんなの輪に背を向け泣いていました。その姿を J.Y. パークさんはきっと見ていて、リーダーとしての資質を感じ取ったと思います。ともやくんはソゴンくんが泣いていた時もすぐに気づき、優しく接したり、みんながどうやったら成長できるか、いつも仲間のことを考えていました。誰がリーダーになってほしいかのアンケートでも全員一致でともやくんになるほどでした。ファイナルステージではリーダーとしても個人としても褒められ、最終順位見事1位でデビューを勝ち取ります。そしてみんなのおかげで頑張れたと仲間に感謝を伝え、デビュー後はネクスジのリーダーになりました。仲間を守り責任感あるリーダー、そしてそんなリーダーもまたメンバーに支えられ、一人じゃないよ、いつだって仲間がいるよとプールに落ちたともやくんが顔を上げると、そこにはメンバーがいてくれたんだと思います。続いて
はるくん。バッグに入れていた服を引き出しの中に戻し、何か予定していたものをやめた様子です。はるくんは自分が突き進んでいることが本当に合っているのか、このままでいいのか迷っているように見えます。ここをニジプロ2に当てはめて考えてみました。 JYP 練習生だったはるくんはダンスが上手でしたが、 J.Y. パークさんから上手だけど少しロボットのような感じがある、もっと心の中の感情を見せてほしいと思われていました。はるくんは歌詞に込められた感情を整理し、ダンスも見え方や見せ方を考え、悩みながら感情表現を追求していきます。その結果、韓国合宿ファーストステージで感動的なパフォーマンスをし、その後もセカンドステージ、サードステージで1位になり、 J.Y. パークさんから芸術作品のようだ、すでにスターに見えると大絶賛されます。その後も高い表現力と演技力を見せ、実力とスター性があるメンバーとしてデビューが決まりました。自分の心の中の感情、それは世界一のアーティストになりたいという思い、そして同じ夢を乗せて走る車、行く先を指さし、みんな同じ方向を向いています。心を解き放ち、新たな可能性を生み出すネクスジ。これからまだ見ぬ世界へと歩いていきます。ネクスジが何なのか世界にお見せしようと言わんばかりに、最後もかっこいい表情でチームの信念と自信を見せてくれたのでした。さて、いかがでしたか？ライド・ザ・バイブの考察ヒョンダイン編をお届けしました。私の考察では、ニジプロ2での困難や苦悩、そしてそれを乗り越えデビューしたネクスジみんなのこれから始まる未来への熱い思いが描かれていたんじゃないかなと思いました。皆さんはどう思いましたか？なるほどと思ってくれた方や、私も同じような考察してましたという方、また私はそこは違う考察してましたという方、よかったらコメント欄で教えてください。次回はソゴンくん、セイタくんのミドルズ編をお届けします。見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録して次の動画も見てくれると嬉しいです。See you next time!